皆さんは美肌と革新が交差する温泉旅館をご存知ですか？まるで若返るような美肌の湯は極上の心地よさで、受賞歴を誇るおもてなしはまさに日本名旅館の象徴。もはや天国だと思ってしまう数々の体験の中でも、特に私の心を躍らせてくれたのがメッセージカード、のどぐろの朴葉焼き、プロジェクトマッピングです。最後に宿泊料金を発表しますので、それでは本編をどうぞ。今回ご紹介する旅館は玉造温泉にある女性に優しい神々が集う出雲のお宿、白石屋です。玉造温泉は日本有数の美人の湯の一つに称される古の出雲の国に湧き出る歴史深い温泉地です。その名湯の地に創業300年を数えるのが白石屋さんです。アクセスは電車の場合 JR 玉造温泉駅から事前に連絡が必要ですが、無料送迎バスで約5分、車の場合は山陰自動車道玉造インターより約10分です。白石屋さんに到着しました。車は鍵を渡すと駐車場へ運んでもらえて、翌朝になると旅館前までご用意いただけます。いろんな温泉地に旅行している私ですが、これほど多くの初めてを体験するとは思いませんでした。感激したところにはこのアイコンを出しますので、ぜひ一緒に初めてを楽しんでください。それでは館内に入ってみましょう。こちらが白石屋さんの館内の様子です。ハロウィンの時期だったので季節を感じるフロントが素敵でした。その目前には開放感のある広々としたロビーラウンジ。女性に優しい花の宿を象徴するかのように綺麗な生け花がお出迎えしてくれました。玉造のご当地キャラと顔出しパネルで記念撮影もできて、温泉街にある足湯用タオルの貸し出しもありました。こちらは当館と玉造温泉駅を結ぶシャトルバスの時刻表です。そしてロビーラウンジの窓越しに広がる素晴らしい日本庭園。美しい緑蔭の木々の下には立派な鯉が泳ぐ静かな水面。本当に日本庭園の景色は安らぎを与えてくれますね。絶景を楽しみながら飲めるウェルカムドリンクは、温かい出雲番茶や冷たい麦茶にホットコーヒー。隣には出雲そばのかりんとうもありました。程よい甘じょっぱさが美味しいです。コーヒーマシンはアメリカンも選べるのが嬉しくて、チェックインまでの待ち時間もゆっくりできました。ロビーラウンジの隣には花浴衣コーナー。その中央には帯と花浴衣についての説明書きがあり、着付けをバッチリ決めて温泉街を歩くと映えること間違いなし。男性用の浴衣の奥にはよりどりみどりの花浴衣たち。選ぶのが大変そうなくらい多種多様な浴衣が並んでいます。お子様用の浴衣も充実していますね。他にもラウンジと隣接しているのがお土産コーナーです。広々としたフロアに山陰の人気のお土産がたくさん並んでいました。館内で十分お土産が揃う印象です。その中で見つけた耳なし芳一のお菓子が面白いのと、この白うさぎフィナンシェは美味しいのでおすすめです。それではお部屋へ向かいましょう。山陰の QR コードを横目にラウンジから奥へ歩いていきます。道中にも気になる施設がありますのでご紹介しながら進みますね。まず左手に自販機コーナーがありました。牛乳やジュース類など充実していて、アイスもあるのがいいですね。もちろんお酒類もあるのですが、地ビールまである自販機は初めて見たので興奮しました。その反対側にはカラフルな提灯が素敵な空間。さすがに映すことはできないですが、
スタッフ皆さんの写真とプロフィール紹介があるのも驚きました。少し進んだ左手には先ほどのお土産コーナーと、右手に温泉スパボディトリートメントサロン、地中海をイメージしたエステで玉造りの美肌の湯とトリートメントの相乗効果で癒されること間違いなしです。さらに少し進んだ左手には見てびっくりしたフロア。入ってみると白石屋さんの歴史がわかる年表と家系図があり、旅行サイトじゃらんの受賞トロフィーの数々がまさに壮観で、きらめきを放ちながら私たちを迎えてくれました。楽天トラベルのトロフィーも輝いていますね。これで道中にある施設も一通りはご紹介できたと思います。今回のお部屋は5階なので奥のエレベーターで向かいましょう。毎度のことですが、どんなお部屋か想像するとワクワクします。お部屋に到着しました。早速入ってみましょう。本日宿泊するお部屋は1511号室の雪柳。12畳半の広々としたスタンダードタイプの和室。4人での宿泊でしたが、ゆったりできる素敵なお部屋です。まずは入り口すぐの開き戸を開けてみると、お風呂に使うタオル類に洋服ブラシが用意されていました。その隣には客室電話に延長ケーブルと時計、入り口を挟んで中型サイズのテレビに5つも鍵がある珍しいセーフティーボックス。ぐるっと右を見ると空気清浄機が元気よく稼働。奥にはポットとお茶セットがありました。次はテーブルの上を見てみましょう。こちらにも急須と湯飲みがあり、スタッフさんからいただいたおしぼり、そしてお付きお菓子は嬉しいことに2種類。当チャンネルでは定番の稲葉の白うさぎもありました。続いては奥行きのある広縁。椅子が4脚あるのでファミリーでも宴会がしやすいですね。しかもありがたいことにマッサージ用品が置いてあり、運転疲れの肩、腰を後でゆっくり癒しました。窓の外の景色を見てみると、少し遠目ですが玉造を流れる玉湯川が見えました。和室の方で気になる小部屋を発見。そこは約1畳のお部屋で素敵な和風の鏡台がありました。入り口の方も見てみましょう。まずは上段に栓抜きや人数分のコップがあり、中段はコンパクトながらもあると便利なシンク。下段の開き戸には冷蔵庫があり、中には飲料用のお水が入っていました。最後に2つあるドアの右側から見てみましょう。ここは脱衣所兼洗面所のフロア。なんと洗面所は2台あるので朝の集中する時間帯も安心です。1台目にはオリーブオイルゴールドのスキンケア用品に清掃された方の名前と人数分のコップや歯ブラシ、清掃者の名前が書かれているのはすごいですね。2台目の洗面所にはドライヤーと同じくスキンケア用品があるので嬉しいサービスです。奥のドアを開けてみるとお部屋の内風呂がありました。温泉宿ではなかなか利用の機会はありませんが、全体的にきれいに清掃されていました。今度は左側のドアを開けてみるとウォシュレット付きのトイレで、こちらも清潔感があって安心して使用できました。12畳半のお部屋は隅々まできれいにされているので、最後まで広々ゆったりできて最高でした。
続いては大浴場のご紹介です。到着日は1階が男湯で女湯が2階になり、翌日は男女で入れ替えでした。お部屋の鍵が2つあるので、夫婦でもお互い鍵を持てるのと、エレベーターで降りてすぐなのがアクセスも良くて楽でした。1階の大浴場の入り口前は水の流れる音が心地よい空間。湯船すべてがまるで化粧水という言葉が素敵ですね。ちなみに2階もエレベーターを降りてすぐに入り口が見えます。どちらの大浴場にもフェイスタオルが置いてあるので、何度も温泉を楽しむ人には嬉しいサービスですね。白石屋さんの大浴場は日本最古1300年の歴史を誇る玉造温泉。化粧水と比喩されるのも納得なぐらいお肌がスベスベになり、あまりの気持ちよさにとても贅沢な時間を過ごせました。1階の彦星は黒御影石で、2階の織姫は総ヒノキ造りの大浴場。四季折々の景色を楽しめる露天風呂もあり、まさに天国でした。お風呂を満喫した後はいよいよお楽しみの夕食の時間です。食事会場へは大浴場とは逆のお部屋から出て右側のエレベーター。2階へ降りると赤い絨毯が印象的なフロアでした。丁寧に案内していただき、奥まで進むと宴の席に到着です。今宵のディナーはのどぐろと黒毛和牛ステーキの海山グルメ会席。さりげない手書きのメッセージカードにほっこりします。しかも担当スタッフさんの似顔絵コースターまで。他にはない素敵なサービスだと思いました。まず最初に運ばれてきたのが秋の彩り2種盛り。ほんのり栗の甘さが漂う珍しい栗豆腐。このベーコンとかぼちゃのホワイトソースがすごく美味でした。続いては海の幸、島根近海鮮魚3種盛り。左にタイ、奥にカジキマグロ、右にカツオとすごく新鮮です。そしてご祈願するとひょっこり現れる私の神々。最初に崇め立て祭る地ビール様の登場。本日のメインの一つであるのどぐろの朴葉焼きは、極上の脂のりと上質のうまみが味わえて、まさに至極の一品です。お酒好きの私が感激したのはこのドリンクメニューの多さ。何を頼むかで今までで一番困りました。どのジャンルのお酒も種類豊富でまさに天国です。ちなみに地ビールのビアヘルンはすっきりした味わいでした。続いては南京茶碗蒸しに島根といえばの出雲そば。温かいおそばは出汁が効いていて喉越しも最高。茶碗蒸しはかぼちゃの甘さが見事に調和されていて、かぼちゃの種が柔らかくて味のある素晴らしい一品でした。また別注料理も種類が豊富で、どれも美味しそうなものばかり。最終受付が19時半までというのも注文しやすいですね。お酒のメニューを見直していると、ウイスキーの飲み比べセットとワインの飲み比べセットなんて初めて見ました。お察しの通りだと思いますが、当然降臨してもらいます。私が赤ワインをチョイスしたのは次のメイン料理のためです。この鹿児島黒毛和牛ステーキはすごく柔らかくて、岩塩で食べるとお肉の甘みが口の中で広がります。そうなると赤ワインに行き着くのは自然なことですよね。ちなみに飲み比べはどれも美味しかったですが、左のミディアムボディの辛口ワインが一番好みでした。続いてのお料理は秋野菜の天ぷら。手前からししとう、栗、のどぐろ、しいたけ、さつまいも、
こちらの器には海藻の粗めを混ぜた藻塩です。お肉から天ぷらにフェーズが移行したということで、私のアイドル利き酒セットの登場です。今宵はワインと日本酒の利き酒が飲めて、まさに至福のひととき。どれも美味しかったですが、右の李白が一番好みでした。おまけのお蕎麦のかりんとうもいいですね。ディナーの締めくくりは食事のご飯セット。きのこのつみれ赤だし仕立てに島根県産コシヒカリ、自家製ぬか漬けや牛のしぐれ煮にサバのほぐし身と最後にふさわしい格別な味でした。締めのデザートは地元卵ネッカエッグの特製栗プリン。モンブランのような栗の甘さとプリンの相性が最高でした。最後の最後まで美味しくてごちそうさまでした。20時半ぐらいにロビーラウンジへ行くと、椅子とモニターがセッティングされていました。何が始まるのかワクワクしながら20時45分まで待つと、本日は白石にご来館いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより白石屋オリジナルプロジェクションマッピングショーを上映いたします。朝の鶴よ天の堀の御事をして天照の御神に下げ祭らはやのなり。春、人も物も皆神秘をたたえている。その空は今までに見たどの空よりも高く遠くに見えた。豊穣の神様ではなくて神様の使い。旅をしなければ気がつかなかった不思議との出会い。初めましてではなくおかえりと言える場所。このサービスは毎晩上映していて一見の価値がありますので、気になる方はぜひ宿泊してみてください。素敵なショーを楽しんでぐっすりと眠れた翌朝、素敵な朝食ビュッフェを楽しむため夕食と同じ会場へ向かいます。何でもフレンチトーストが有名みたいなのですごく楽しみです。どうぞお席自由でございます。まずは目玉のフレンチトーストとパンケーキ。トッピングも豊富でした。階段状に盛り付けられた煮物類も美味しそうですね。朝食に嬉しいサバの塩焼きや紅鮭の塩焼きなど、名前が素敵な縁結びぜんざいにだし巻き卵、ハンバーグやソーセージにスクランブルエッグはお子様にも嬉しいメニューですね。初めて見る珍しいイカスミ黒カレー、コーンスープやコシヒカリのお米に島根といえばのしじみのお味噌汁も良き。本日のパンは豆腐ブレッドにライ麦パンとクロワッサンでした。サラダバーは12種類と充実していて、どれも色鮮やかですね。ちなみにドレッシングは和風とノンオイル青じその2種類が置いてありました。ドリンク類はコーヒーや紅茶に出雲番茶、お水の他にマンゴー、ぶどう、グリーンスムージー、アップル、牛乳と朝から嬉しいラインナップ。そしてご覧の通りスイーツたちも多種多様で、さっぱり系や甘いものなど美味しそうです。他にもしじみがゆ、だし茶漬け用のトッピングコーナーがあり、納豆や味付け海苔に梅干しなどのお漬物はもちろん、お豆腐といった朝食の定番もありました。
それでは早速食べたいものを楽しみたいと思います。手元取ってもいいですか？手元。はい、よろしいです。どうぞ。お先にご飯でございます。ありがとうございます。こちらがまず最初にチョイスした私の朝食です。ご自慢のパンケーキやフレンチトーストを中心に和と洋を詰め込みコラボさせた欲望朝食セット。いろんな種類を楽しむのがビュッフェの醍醐味だと思います。フレンチトーストやパンケーキは有名なだけあって、ふわふわ食感と程よい甘さが最高でした。朝から飲むしじみのお味噌汁も元気になります。そして窓の方を見ると素敵な庭園の景色にも癒されます。欲望のままイカスミ黒カレーまで食べちゃいました。どのお料理も何回も取りに行くほど美味しかったです。はい、ありがとう。明らかに食べ過ぎたのについつい過剰に取っちゃうのがスイーツ。ビュッフェならではのスイーツもたっぷり満喫できたのと、セットでコーヒーまで楽しめるのは本当に感謝です。朝食とは思えないほど豪華でスイーツの種類も豊富ですよね。お腹がはち切れそうなぐらい食べ過ぎてごちそうさまでした。今回は玉造温泉にある白石屋さんをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。旅行サイトを何気に検索していたら圧倒的な高評価を見て、ぜひ宿泊してみたいと思ったのが今回の温泉旅館でした。今までいろんな温泉地を旅してきた私ですが、ここまで初めての体験を味わえた旅館にすごく感動しました。朝夕のご飯は超がつくほど絶品ばかりで、一番癒されたのがスタッフさんたちのおもてなしの数々でした。そんな神旅館の今回の宿泊費は金曜日の4人で1人当たり19,128円でした。ここまで素敵な体験をできて、このお値段はお手頃だと思います。そして車に乗るとまさかの7つ目の初めてが、こんなところにまで素敵なメッセージカードを用意されると絶対にまた宿泊しようと思います。この動画が皆様の旅館選びの参考になれば幸いです。はい、ありがとうございます。